はい、皆さんこんにちは、ゼンです。今日は我が家にこちらのナスが最近導入されたので、このナスの紹介と私自身のデータ管理の方法をご紹介できればと思います。はい、皆さん最近いかがお過ごしでしょうか。最近徐々に暖かくなってきて、うちには今このように桜を水耕栽培してちょっと春を先取りしてます。話を今回のデータ管理の話に戻したいと思います。今回私が管理していきたいデータというのはカメラだったりスマホで撮影した写真や動画になります。今こちらで撮影している YouTube の動画もしっかりと管理していく必要がありますよね。この動画を見ていただければ写真だったり動画をどのように管理していくのか、細かな注意点や用途に応じた詳細な私なりの運用方法もお伝えをしていきます。ぜひ最後まで見ていってください。ナスの説明の前にまずは一般的なデータを保存する際の選択肢を見ていきます。撮影した写真や動画などのデータを保存するための機器としては SD カードや SSD、ハードディスク、クラウドなどが選択肢として挙げられます。それぞれの特徴を表にまとめるとこちらのようになります。それぞれの機器のスペックによってさらに細かく性能の上下がありますが、大まかにはこちらの表のようなイメージです。この機器がいい悪いではなく、それぞれに特徴があるので自分に合った組み合わせを一緒に見つけていきましょう。私の場合ではこれら4つの機器は今すべて使用しています。まずはこちらの SD カードです。SD カードはスマホ以外のデジタルカメラなどを使って写真を撮る場合はカメラの本体に SD カードだったりマイクロ SSD を挿して使用することになります。実際に私もこれデジカメを持っているのですが、ここに SD カードを挿して使うというような使い方になっています。この SD カードは一時的に貯めていくにはいいんですが、いざカメラで写真を撮ろうという時に容量が不足していたり、カメラをなくした時にデータも一緒になくしてしまうなどのリスクが高いため、別には長期で保存する用のデバイスを用意したいというところになります。次のこの SSD というのはハードディスクとよく比べられることが多いですが、値段と保存容量に特徴があります。少し値段が高くて容量は小さいけれど速度が速いというのが SSD。 安くて速度は少し遅いが大容量というのがハードディスクになります。実際に見ていただいて分かる通り、大きさや重さも SSD とハードディスクで全く異なるものになっています。この後紹介していく NAS にはこちらのハードディスクを使用しています。最後の4つ目はクラウドです。代表的なサービスとしては Amazon フォトだったり Google フォト、Google ドライブ、ドロップボックスなどが挙げられます。一言でクラウドといってもさまざまな会社がさまざまなサービスを出しており、値段だったり保存容量に違いがありますが、インターネットにつながっていればさまざまなデバイスから手軽にデータにアクセスできるというのが強みになります。どういうことかというと、 SD カードにデータを保存している場合、 iPhone で SD カードのデータを見ようと思うとわざわざ変換コネクタを用意する必要があります。
一方でクラウドサービスであれば、その機械からインターネットに接続して自分のアカウントでログインをしてしまえば、いつでもどこでも写真や動画を見ることができます。こんなクラウドサービスですが、一度使い始めるとなかなかやめられないという月額費用が垂れ流しの状態となるので、契約のしすぎには注意が必要です。データを保存するデバイスが分かったところで、次は NAS の紹介になります。NAS とはネットワークアタッチドストレージの略称で、自宅に自分専用のクラウド環境を構築するイメージです。NAS にも細かくは種類があり、あらかじめハードディスクが内蔵されている完成品と呼ばれるものと、ハードディスクを別途購入してカスタマイズできる NAS ケースという2つがあります。データ管理においては、自分の用途に合わせて容量をカスタマイズできることと、ハードディスクがもし壊れた際にも取り替えが必要になるということから、 NAS ケースが良いかと思います。今回私は自宅に NAS の環境を構築するために、こちらの NAS のケースと 8TB のハードディスクを2つ購入しました。こちらの NAS のケースはシノロジーというメーカーの商品で、 Amazon で購入することができます。今 Amazon で購入できる NAS のケースとしては最安値の価格帯になり、私が買った際は Amazon のセールで購入ができたので、24,400円で購入ができました。セールがない時でも26,000円から29,000円では買えるかなと思います。次にこの NAS のケースに入れるハードディスクですが、私はこちらのウエスタンデジタルのブルーというのの 8TB を2つ購入しました。こちらも今回セールで15,800円で購入をしました。普段であれば18,000円から19,000円で買えるかと思います。実を言うと、このウエスタンデジタルといってもブルーやレッドというようにいくつか種類があり、そのレッドというシリーズであればハードディスクのメーカーとしてしっかりと NAS 用24時間365日稼働する環境でも使用ができる高耐久のシリーズとしてレッドというものを用意しています。高耐久ということで、ブルーとレッドで同じ 8TB の容量でもウエスタンデジタルの場合、レッドは32,400円とかなり値段が高くなるため、私は安さ重視で通常版のブルーを選びました。この後紹介しますが、ハードディスク2台のどちらかが壊れてもデータを失わないように設定をします。ですので私的にはどちらか壊れたら買い替えればいいのかなという考えに至ってます。かなり確率は低いのかなと思っていますが、2台同時に壊れてしまったらそれはブルーでもレッドでもどうしようもないです。とにかくどんな保存方法にも一長一短があるので、自分のニーズに合わせてしっかりと選択をしてみてください。私は以前はこういったハードディスクをこの上側に差し込むタイプのドックというのを使っていたのですが、このハードディスクを抜き差しする時の耐久性だったり、私の場合 Windows と Mac 両方でハードディスクを使うんですが、この時に Mac 側で読み込みができないといった不具合がいくつか出てきたので、今回思い切って NAS を導入しています。ハードディスクといっても持ち運びができるポータブルのタイプのものと、今回買ったもののように裸のものがあるので、NAS に使う際はこちらの裸のハードディスクを買うようにしてください。
では続いて NAS のセットアップに移っていきたいと思います。私は今回すでに NAS のセットアップを完了してしまってますが、今回購入したシノロジーの製品にはこのような初心者ガイドというのがついていたので、これを見ながら NAS 完全初心者の私でもセットアップができました。ざっくりとやるべきことは、すでにこの中にハードディスクが入っているのですが、こちらのハードディスクを NAS のケースに取り付けること。残りの作業はパソコン上でのセットアップになります。2つの NAS を NAS ケースの中に入れることができたので、次はこの NAS ケースを家の中に設置する場所を決めていきたいと思います。で、設置場所に関してなんですが、一番いいのはご自宅の Wi-Fi のルーターの近くに設置をするのがいいかと思います。LAN ケーブルが付属してくるので、ご自身の自宅の Wi-Fi ルーターにその LAN ケーブルを挿して、その LAN ケーブルの反対側は NAS に挿すと。そして電源を入れれば設定は完了になります。ただ、私も含めルーターの近くにこのサイズの NAS を置くことができないという方も多くいるかと思います。私も同様だったので、今回代替案としてこちらのルーターの中継機を使いました。概要欄にもリンクを貼っておきますが、この TP リンクの中継機であれば、この側面に有線 LAN を挿すことができるので、これを使います。もしかしたら自宅のルーターに直接挿した方が通信速度が速くなるかもしれませんが、どうしても置くことができないので、とりあえずはこの運用でやっていきたいと思います。パソコンの方の設定は少し省略をしたいと思いますが、ご自身のパソコンでブラウザを開いて find.synology.com というのを検索します。検索すると自分のパソコンと同じ Wi-Fi につながっている NAS というのを自動的に探してくれます。自分のが見つかったらクリックをして接続のボタンを押せば設定が完了します。では最後に、私が実際にどのように写真を管理していくのかというのをこのカメラで撮影してから最終的に保存するまでの流れに沿って見ていきたいと思います。まずはじめに写真を撮ります。まずこのカメラには SD カードを挿す必要があるので、 SD カードをカメラに挿します。そしていつも通りこのようにいつも通りまずは写真を撮ります。この時撮影した画像というのはこのカメラに挿した SD カードに保存されている状態になります。次に SD カードから外部の SSD にデータを移します。一通り撮影が終わったら SD カードをカメラから抜いて、この SD カードを PC に接続します。そして PC にはこちらの SSD も同時に挿しておいて、 SD カードから SSD にデータを転送します。この時に SD から SSD にデータを移すのではなく、 SD から直接 PC の内部ストレージに移すというのでもいいのですが、私の場合たくさんの写真を撮った際に容量をかなり圧迫してしまうので、私はあえて外部の SSD に移すようにして PC の中には直接保存しないようにしています。続いて写真編集になります。 SD からここの SSD にデータを置いた状態で写真の編集をします。動画の場合も同様にこの外部の SSD にデータを置いたまま編集していますが、全く問題なく動作しますし、編集することもできます。この時に速度の速い SSD だからこそ編集ができるという面もあるので、
途中でお伝えしたハードディスクよりはこちらの SSD の方が編集の場合には向いているかなと思います。続いて編集した後の写真を書き出したいと思います。写真の編集が終わったら編集後のファイルを同じく外部の SSD に書き出しをします。続いて写真の共有になります。せっかく撮影した写真なので友達と撮りに行っていれば友達にも写真を共有したいですよね。共有の方法としては iPhone の方の場合 iCloud の共有アルバムまたは LINE のアルバムという2つのやり方が挙げられます。1つ目の iCloud の共有アルバムは友達全員が iPhone ユーザーの場合共有アルバムを作成してみんなを招待することで写真も動画も共有をすることができます。 iCloud の共有アルバムの場合クラウドの容量を気にする必要も自分の iPhone の容量を使うこともなく送れるので非常に便利です。しかし共有アルバムは全員の iCloud のアドレスを教えてもらう必要があるので少し手間になります。ですのでもし写真を共有する人数が多い場合だったり iPhone 以外の人もいるという場合は私は LINE のアルバムに載せています。最後に撮影して編集した写真などを最終的に保存していきたいと思います。私は最終的な写真の置き場所としてはクラウドとして Amazon フォトまた今回紹介した NAS こちらの2箇所になります。使い分けとしては iPhone で撮影した写真とカメラで撮影した編集後の写真は Amazon フォトに保存をしてカメラで撮影した編集前のデータと編集後のデータは NAS に保存をしています。編集前のデータも Amazon フォトに置いたらいいじゃんと思うのですが、Amazon フォトで写真を見る際に編集前も編集後の写真もあると少し見づらいのかなというのとちょっとアップロードする手間があるので今のところ載せていません。ただ NAS のバックアップというのも兼ねて編集前のデータも随時アップロードするというのも今後考えていこうかなと思います。また私の場合 Amazon フォトをかなり使っているのですがその理由として Amazon プライムに加入していれば追加料金なしで無制限に画像を保存することができます。またデータが圧縮されるということもないので高画質のまま保存していくこともできます。 Amazon プライムに加入しているのに Amazon フォトを使っていないという方が私の周りに意外と多かったので Amazon プライムに入っている人は自分が Amazon フォトをうまく活用できているのかこれを機に確かめてみてください。ただ画像は無制限に保存ができるのですが動画の場合は別途月額で契約をすることが必要になります。とは言っても100ギガの動画で月250円年額で払えば2490円くらいなので非常に低コストで使うことができます。動画ファイルの保存方法としては編集後のよく見返す動画やお気に入りの動画だけを Amazon フォトに置いておきそれ以外のデータは NAS で管理をしています。月200円くらいでいつでも思い出の動画を見返せると思えればそこまで高い買い物ではないかなと思っています。ひとまずはこの運用で落ち着いていますが今後技術の進化だったりサービスの変更というのは日常茶飯事なのでたまにチェックをしてより低コストかつ安全にデータを保存できる方法がないかを常に模索しています。私自身もこれが現時点での最適解ですが私も把握しきれていない方法やサービスがあると思うので皆さんのデータの管理方法もぜひコメント欄で教えてくださればと思います。では本日の動画は以上となります。最後まで見てくださりありがとうございました。ゼンでした。ではまた。